ブバッテリーに行くための配線が入ります。菊新チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。菊新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。なんかさ、このあんなに山のようにあった荷物がさ、どんどん取り付いてってなくなっていくのは寂しいね。というわけで今日は走行充電器やっていきたいと思います。でーでーん。よくあるレノジーってメーカーの走行充電器です。走行充電器なんですけど、実は2種類電気を引き込めます。ただの走行充電器じゃなくて、ソーラーチャージコントローラーっていう太陽光パネルの電気をバッテリーに制御して送ったりするっていう制御機能もついています。で、ソーラーパネルってただつけてその配線をただバッテリーにつなげばそれでいいわけではない。一回ね、こういう機械を通してそのバッテリーに入れるときに電圧が上がりすぎてないかとか、そのバッテリーに合う電気にこう変換してボルト数とかを安定させて変換させてバッテリーに入れていかなければいけません。それを制御する機能と、あとは今回の走行充電器バスのこれがオルタネーターという発電機ですね。正確に言うとこの当時の車はジェネレーターっていうどっちだ ?DC か AC かわかんない。交流の発電機がついてるんですけど、それが多分この車は直流の発電機に直流 12V の発電機に変更されているっぽいです。で、ここで発電した電気っていうのはこの一般のメインバッテリーっていうのに、溜まっていきます。はい。で、じゃあこの走行充電器っていうのは何をする機械なのかなっていうと、さっき言った車の発電機ね。車の発電機で発電した電気をそのメインバッテリーだけではなく、こっちにあるサブバッテリーっていうものに、充電していくっていうための充電器になります。はい。別にバッテリーをさって並列つなぎでこっちとあっちつなげばこっちもあっちも充電になるじゃんって思うと思うんですけども、そうなんです。それでもいいんですけど、それだとあっちのバッテリーを全部使うとこっちのバッテリーもなくなってしまって、こっちのバッテリーなくなるとあっちもなくなるみたいに連結してしまうのね。と安心して使えないので、そこをあえてこう遮断することができたりとか、こっちのバッテリーが元気な時にだけ、電気がこっちで余ってる時だけそっちにパスするみたいなのもできます。さらに言うと、ソーラーパネルなんかでサブバッテリーの方が満タンになると、あっちから今度はこっちのバッテリーに電気を送り込むこともできます。だからソーラーパネルつけてて、サブバッテリーがある程度満タンになっていれば、この車の本体のバッテリー上がり知らずっていう風にもできるし、冬場のバッテリー保護にもなります。この寒い時期はね、そういう使い方ができる走行充電器です。はい。で、今は鉛バッテリーのケースなんですけど、これがねリチウムイオンバッテリーになると、こっちのバッテリー鉛バッテリーとあっちのリチウムイオンバッテリーでその電圧の差が出たりとかするので、昇圧って言ってそっちにこう入るように圧力を上げてあげる、圧力っていうか電圧を上げてあげる必要があるんです。電気も高い方から低い方に流れるっていう性質があるので、低い方から高い方には流れないからね。そういうのを制御する機械です。で、今後リチウムイオンバッテリーに交換することも考慮して、リチウム対応の昇圧充電器としても使えるっていうものを選択してみました。値段がね1万3000円ぐらいだったかな。そんなに高くないです。これね30アンペアと50アンペアってあって、発電機とかバッテリーからサブバッテリーを何アンペアで送って充電しますかっていうものなんです。で、こっちのバッテリーがこれは30アンペアのその小さい方にしてあります。はい。多分この車はこのオルタネーターっていう発電機、多分これ55アンペアだと思うので、約半分を車の方に送ってあげようかと。そのぐらいであれば余裕あるよねっていう感じですね。で、50アンペアにしたところで多分車本体で使う電気もあるから全部は結局送れないし、全部送っちゃうとこっちの電気なくなっちゃうから、正確に言うとこっちの電気がなくなったらあっちに送らないから、そこら辺は制御できるんだけども、結局そんなに大きいものをつけてもしょうがないということもあって、今回は30アンペアにしております。新しく買った新車のバンテックのコルトバンクスなんかはこのオルタネーターって発電機が130アンペアもあるので、
そしたらもう50どころじゃなくて半分送ろうと思ったら65とか70送ってもいけるからね。うん。そんな走行充電器です。うんちくがなくなりました。つけていきましょう。メインのこの後ろのバッテリーから前のバッテリーまで引く配線を買いました。IV ケーブル。KIV じゃない。IV ケーブル。ちょっと硬いやつ。細いから硬くても少々硬くても大丈夫ということで、5.5 スケア。5.5 スケアですね。一応30アンペアであれば 5.5 スケアで大丈夫かなと思います。その配線の太さによって流せる電気の量っていうのは決まってくるんだよね。一応この指定が30アンペアのモデルは 5.5 スケアだったと思うので 5.5 スケア買ってきました。エンジンルームからはこう隙間だらけだからどこでも通せるね。うんうん。OK。こんなに太いやつじゃなくてもよかった気がするな。ちょっと太かったかな。買ってきてしまったから使おう。ちょっと太かったな。そっか。これ、そのまま入れていけばいいよ。別にコルゲートチューブじゃなくても、なんかそれっぽい何かでもよかったね。よし、突っ込んだ J。この口のところは、ずれないように、テープで巻いておこう。よし、これでいいね。OK。はい、先ほどまで雨が降っててね、また最近雨多いね。続きやっていきたいと思います。それで、この隙間に穴を開けて配線を通そうと思ったんですが、どうやらここはね、フレームが入ってるみたい。フレームというか、横に、なんかこう、一枚板が入ってて、ここを貫通できないです。なので、ちょっと作り直しだな。バッテリーここに置いちゃってるから、ここら辺配線通せない。前から配線通すと、ここからバッテリーを越えて一回行かないといけない。で、こんなところに穴を開けたくないということで、バッテリーを前に出して、後ろに配線をしまっとくスペースをちょっと作ろうかなと思います。ちょっと作り変えます。よし、じゃあここに穴を開けていきます。ちょっと色違うけど。配線を潜らせていきましょう。なるべく熱を持たないところを通していきたいですね。あそこのフレームにちょうどいい穴あるから、あそこ通そうか。お腹の下をずーっと通ってきました。これ蓋閉まるかな。で、この穴からぴょんと出てきますね。ほい、OK。配線の位置こんな感じになりましたと。あ、ヒューズね。ヒューズを入れましょうになってましたね。これは温度センサーですね。温度センサー。から、これでイグニッションオンを検知するやつだね。はい。アウト。はい。よいしょ。あ、ここにボタンがあって、これでバッテリータイプを分けるんだね。まずバッテリー温度センサー。一番左のコネクタ。これ、イグニッション検知センサー。イグニッション検知ですね。これを。走行充電器は、
こにつきます。こうやってやっぱ木だとね、こう柱にこうやって固定していくのが楽なんだよね。よいしょっと。プラス配線の方にヒューズを入れようと思います。ここでいっか。ヒューズ本当はエンジンルームに近い方がベストなんだとは思うんだけど、それだと見れないからさ。このヒューズ1個はついてきました。もう1個は買いました。買ったっていうか他で買ってたやつを使います。これが走行充電器に入る配線です。はい。そして、マイナスは共通の負荷、すべてのマイナス配線は全部一緒になります。バッテリーに行く配線、これを作っていきます。こっちにもプラス側にヒューズを入れます。機械につながる方だね。サブバッテリーに行くための配線が入ります。マイナスに関してはこれも一緒に、あとソーラーもここに入るんだね。だからこれはバッテリーの温度を測るのでバッテリーにペタって貼ります。はいしょ寒くなってきたぞ。よしと、カバーがつくとスッキリだね。後ろを通ります。配線、これがイグニッション。これの電源を取りましょう。前に行きましょう。バチとは来ないとは思うけど怖いから手袋する。見えるかな？見えないよね。西日が眩しくて私が影になる。はい、これ光ってるね。はい、バッテリーとこのなんだチョンチョンはなんだ、チョンはバッテリータイプインジゲーター13ね。バッテリータイプインジゲーターが黄色がついてる12番はサブバッテリーインジゲーター黄色オン、バッテリー電圧正常だね。OK です。よし、はい、バッテリーの方もね配線しました。さてただしと、バッテリーの状態が悪くないから発電するかどうかはわからないね。よし、じゃあエンジンかけてみようか。ニュートラルと乾杯。ちょっと寒くなってきたからさ、温めないと。これが赤。発電赤のついてんの発電機からサブバッテリーを充電しているんだって。ソーラーが入ると点滅するみたいね。はい、 OK ということですね。 OK。 メインバッテリーもちょっと満タンなので充電ちょっと今どのぐらい充電してんのかとかちょっと出てこないので、それはおいおいね使いながら検証していきたいと思います。はい、皆さんのね参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。